今回の動画では黄龍石のジップラインの配置例を紹介。今回使用するジップラインの配置例のマップ表記はこんな感じ。黄龍石には潮域活性点と新たな素材であるタロス岳、そして既存の素材である紅色岳、昼闇石が存在。タロス岳と潮域活性点までをつなぐジップラインのルートを赤色、紅色岳と昼闇石をつなぐジップラインを黄色で表記しています。なので既存の素材が必要ないのであれば黄龍石で必要なジップラインは5本、既存の素材が必要なのであればジップラインを拡張する形で10本使用することになります。それでは実際に設置場所をたどっていきながら解説をしていきます。1本目は開始地点となる強薬オリジニウムの裏側、機器が設置してある床から外すように設置します。まずはタロス岳のルートから構築していくので、アルダシルが囚われていた場所に続くルートの外れから2本目設置の場所に移動します。2本目は高台の向かって左端、1本目のジップラインがつながる位置に設置します。設置場所は1本目とさえつながれば、3本目は比較的条件が緩いのでどこでも構いません。続いて3本目はタロス岳の近くに設置します。移動は強薬オリジニウムを使用すると手っ取り早いです。3本目の設置場所も条件はかなり緩いので、2本目とつながる場所であればどこでも構いません。ただジップラインは設置できても送電スタンドや送電タワーが置けない場合が多いので、設置場所は映像のような崖先あたりが良さげです。タロス岳までのラインはこれで終了なので、一度最初の強薬オリジニウムまで戻ります。続けて潮域活性点までのルートを作成します。1本目から潮域活性点まで直接つなげたいところですが、柱が邪魔なのでマップ中央付近から迂回させてつなげていきます。4本目は端末を見ている黄龍特殊部隊の NPC がいるあたり、こちらも設置場所は比較的条件は緩めですが、紅色岳などのラインも引くのであればギリギリまで崖側に寄せてください。続けて5本目のジップラインを設置していきます。5本目のジップラインに関しては紅色岳や昼闇石のラインを引かないのであれば潮域活性点付近のどこでも構いません。映像では一例として潮域活性点エリアの端に設置しようとしていますが、距離に余裕があるのでもっと潮域活性点に寄せても問題ありません。紅色岳や昼闇石のラインも作るのであれば4本目とはギリギリの位置に設置します。この際、崖側ギリギリや奥まった場所に設置してしまうと続くジップラインと接続できない可能性があるのでご注意を。タロス岳と潮域活性点のみをつなげるのであれば、これでジップラインの設置は終了です。続けて昼闇石に続くジップラインを引いていきます。6本目は隅の端の中間点にある高台、通ってきた隅の端側にジップラインを設置します。続けて7本目は洞窟内にある松明の目の前、奥まった場所に設置してしまうと6本目のジップラインとつながらないので注意が必要です。こ
これで昼闇関までのジップラインの設置は完了。続けて紅色岳までのジップラインを引いていくので、一度6本目のジップラインまで戻ります。9本目は紅色岳に向かう道の途中にある崖から飛び乗れる高台の上。配置場所は飛び乗った場所から見て左奥です。設置場所自体は5本目と最後に設置する10本目の間となりますが、どちらも距離にはかなり余裕があるので、ある程度は自由に置いて構いません。最後となる10本目は紅色岳の上で OK。素材採取がしやすい場所で構いません。以上が黄龍石のジップラインの設置例となります。ご視聴ありがとうございました。